カメラを。こんにちは。パリ東京ダイアリーのみほです。今日はフランスで受けた人種差別についてお話ししたいと思います。現在2月の中旬なのですが、フランスに移住してきてから5ヶ月経ちます。最初に私が伝えたいことに、フランスに差別はあるのかっていう事実。3で私の経験したこと。4、差別を受けたんだっていう話をされた人はどういう反応をしたらいいのか、どういう言葉をかけたらいいのか、どういう言葉をかけない方がいいのか、あとは私の思う解決策と最後にコメントっていう感じの流れになります。初めに伝えたいことなんですけど、私自身は特定の人種とか国の方とか、性別、お肌の色とか宗教とかそういうものに差別の意識は全くなくって、なるべく平和に人を人として見てお話しして分かり合っていきたいって思っている人間です。あとはフランスで経験した差別についてを喋るんですけど、決して差別しているのがフランス人っていうわけではないっていうのをお伝えしたいなって思いました。そう、フランスで差別されたんだっていうのを話すと、フランス人やっぱ怖いとかイメージになっちゃうかなって思ったので、差別してくる人って本当にどこの国でも一定数絶対にいて、でフランスは移民国家でいろんな国からいろんな人種の人が集まってできている国なんですね。それでも差別はあるし、本当にどの人種の方でも差別する方はいらっしゃって、このフランスで私がその差別的な態度を取られた時も、その相手は本当に様々で、いわゆる日本人が想像する白人のフランス人の方もいらっしゃったし、私と同じアジアから来た方にも言われたことあるし、あとはフランス人といっても見た目的には本当にいろんな方がいらっしゃいます。なので、こういう人が差別をするよとか、フランス人が差別をするよとか、逆に移民の人が差別するよとか、そういう確定したことはあんまり言えないかなというふうに今は感じています。とりあえずフランスで暮らしていて、フランスで起きたお話をします。でもそれが決してフランス人だけじゃないよっていうのをお伝えしたかったです。で、2個目、フランスに差別があるかっていうことなんですけど、あると思います。でも程度は結構それぞれで、私が経験した差別はとっても初歩の差別なのかなっていうふうに思います。でも人によっては暴力的な差別だったりとか、自分の権利を行使できないような差別だったりとかっていうのを経験している方もいらっしゃると思うんですけど、フランスの法律では個人の権利を否定したり拒否したりっていうのは憲法や法律に違反しているっていうことになります。経験したこととしては、結構道端とかで知らない人にニーハオって言われたりとか、顔にタバコの煙をフーで顔の近くで吹かれたりしたりもしましたし、パリの公園歩いてた時とかにおじいさんにこうやってやられたりとかもしました。こうやって穏やかに話してると、いやそれ挨拶じゃないのってよく言われるんですけど、私もさすがにそれが挨拶で言ってるのかバカにしたいから言ってきてるのかっていうのは判断がつくので、今は自分の話し言葉で言ってるからすごく穏やかにニハオって聞こえると思うんですけど、すごいバカにした感じで言ってきます。私できないしやりたくないけど、例えば一度お店の中に入った時に店員さんが私にニーハオっ
って普通に言ってくれたんです。その時はね、雰囲気的にも表情的にも、私が日本人か韓国人か中国人か、アジアのどこの人かわかんないから、ニーハオって言葉使ったんだって分かったので、全然嫌な気はしなかったんです。挨拶してくれたんだなって思いました。自分もアジアの中のその人がどの国の人に当たるのかっていうのは正直わからないです。なので、その何人と間違えたからその言葉を発したっていうのはその気持ちもわかるし、やっぱり中国語ってたくさんの人が話してる言語なので、それで一応アジアの人だから中国語で挨拶しようって思ってくれてるのとかすごいわかるんです。なのでそれは全然気になりません、個人的には。この5ヶ月間週1でフランス語の語学クラスに通っていたんですけど、そこでアジアだけど他の日本でも韓国でも中国でもない国の方たちと初めて人生でお会いして、でその国の方たちがね、日本人って中国語読めるんでしょとか中国語喋れるんでしょってすごいキラキラした目で当たり前のように聞いてきて、悪気がなく本当に知らなくって、日本人は中国語が話せて喋れて書ける、多分漢字が同じだからなのかもしれないんですけどっていう認識がある人がこんなにたくさんいるんだっていうのもこっちに来て初めて知りました。でその上でも全然私のことを何も知らない人がバカにした感じで道端で声をかけてくるっていうのはすごく嫌な気持ちになります。で、これを話すと、ニーハオって言われて怒るってことは、あなた自身が中国の人に対してとか中国っていう国に対して差別の意識があるからなんじゃないですかっていう言葉もいただいたんですけど、私はそのニーハオって言われることが嫌なんではなくって、その中国人の方に間違えられるっていうのが嫌なんじゃなくって、バカにした感じで、明らかにアジア人をバカにした感じで知らない人に挨拶されるっていう状況が本当に気持ち悪いというか、差別だなって思うんです。なんでそれがもしこんにちはだとしても、ハローだとしても、ボンジュールだとしてもバカにしたように言ってくるので、本当に言語は別に関係なくどういう風な気持ちで言ってきてるかっていうのがすごく分かってしまうので、それがすごく辛い部分です。これだけ言うと、ニーハオって言われただけで差別なのって思う人も絶対いっぱいいらっしゃると思うんですけど、本当にね、言われてみないとわかんないんじゃないかなってもうね思います。しょうがないこと、それはやっぱり経験してないことって想像できないし、なんかね、すごい尊厳をそがれたような気持ちになります。知らない人にいきなりバカにされて、でその言われるのも一人の時がすごい多くて、そのパートナーと歩いてる時はあんまり言われない。毎回こう通わなきゃいけないところがあって、そこでなんかね、食堂みたいなところがあるんですけど、食べてたんですよ、私が。そしたらニーハオって言われて、でもう私しかいないんです、アジア人がそこに。アジア人っていうか、なんていうの、アジアっていっぱいいろんな国がありますけど、やっぱりニーハオって言われやすい顔の人間が私しかいなかったんです。だから私だなと思ってこうやって顔上げたら、もう一回顔見て言われたんです、ニーハオって。絶対にバカにしてたんです。絶対にバカにしてて、で周りの人もザって私のこと見たんですよ。私一人で食べてたんだけど、ではってなっちゃって、でその人のヘラヘラしてなんか笑いながらなんか去って行ったんです。絶対にバカにしてた。本当に悔しくて、でも怖くて、なんでこんないきなり傷つけられなきゃいけないんだろうって思って、その人のことずっと睨んでたの。睨んでたっていうか、って見てたの。睨んでたの。そう、睨んでたの。睨んでて、でもその人ヘラヘラしながらなんかこうやって見てきてて、悔しかったんです。でも何も言えなくて、
やめてよとか言えばいいのかもしれないけど、なんだろう、そういう時って本当に声出ないっていうか、なんか怒りと悲しみと怖いっていうのがすごい混ざってて、ただその一言2回言われただけなのに、でも絶対にバカにしてたんです。そういうの分かるじゃないですか。で、その人のね、写真を撮ったの悔しいし、ただでさえ顔も名前も覚えるのすごく苦手なのに、もうなんか、わってちょっとショックですぐ忘れちゃうって思ったし、どの人か覚えておかないと、またすれ違った時とか嫌だなと思って、撮ったんです、頑張って。悔しいと思って撮って、で、その場を去ったんです。で、自分のクラスに戻ってすごい泣いちゃって、先生が気づいてくれて、会ったことを話して、なんて言われたのって先生に聞かれた時に、ちょっと10分とか経った後に思い返したら、私、ニーハオしか言われてないから、こんななんかこう差別されたみたいな、被害者ぶるほどのことじゃないのかもしれないみたいな気持ちになってきちゃって、こんな大ごとにしなくてもいいのかもしれない。なんで私、ニーハオだけ泣いてるんだろうみたいな。いやでも、私が変なのかもみたいな。考えすぎだし、感じすぎだし、多分こう、ニーハオって言われすぎて、本当に、なんか溜まりすぎちゃって、こう、ちょっとのことで、コップの水が溢れちゃったのかもしれないと思って先生にそういうふうに話したけど、先生はね、その時に、いや、それはね、差別ですって。ミーホ、それはね、私がちょっと考えすぎとか考えなくていいです。それは差別です。そんないきなり知らない人がそんなバカにされたように言われるのって、それ差別だから、悲しんで当然だよって言ってくれて、その言葉がすっごいなんかね、なんか救われた気持ちがしました。あ、私悲しんでいいんだって思って安心したし、味方でいてくれてるなって感じた一言でした。その後にクラスメートがね、美穂なんで泣いてるのってすごい言ってくれて、で、こんなことがあったんだって、ちょっとバカにされちゃって、で、私よく街とかでも言われるから溜まってきちゃってたみたいで、なんか今溢れちゃってたんだって言ったら、ドイツが言ったのってなって、写真撮ったからこうやって、この人って見せて、ちょっと探しに行こうよって言ってくれたのね。で、5人か7人ぐらいの男の子たちと、私で、ゾロゾロと食堂にね、戻って、でも食堂にはもういなかった。あ、この人知ってるっていう人がいて、で、まさかの自分のクラスの、隣のクラスの人だったみたいで、で、その、私のクラスメートの男の子たちが、その人をクラスに連れてきてくれて、で、みんなで、なんでそんなこと言ったのとか、さっき食堂でミハにこういうこと言ったでしょって、日本ってバカにしたように言ったでしょって、謝ってって言ってくれて、で、なんか最初その人、なんかさっき私が睨んだ時すごい絶対バカにした顔してたのに、なんかみんなにそうやって問われた時に、いや、僕はただ挨拶したかっただけなんだって言って、と思って、本当に俳優と思って、そう、でも絶対にバカにしてたよって言って、で、先生がごめんなさいって言いなさいって言って、で、その人もごめんなさいって言ったんだけど、先生の顔見て言ってて、先生が私じゃないでしょって言って怒ってくれて、で、最終的に私の目を見てごめんなさいって言ってくれたけど、私の内心は絶対反省してないだろうなとは思いましたけど、まあ、形的にこんな風に嫌な気持ちにしてきた人から謝罪を受けたっていうのは初めてで、今までやっぱり自分の中にしまって、流して受けて流してって感じだったので、初めて解消されたと思って、嘘かもしれないけどごめんなさいって謝ってもらうまでのところにこぎつけることができたっていうのはすごい大きなことだったなって思いました。私からその人に伝えたことは、お願いだから他のアジア人の方にも同じこと本当にしないで、絶対にしないでくださいって。ちょっと声震えたけど、言うことができて、なんか自分が思ったこと、こうしてほしいと思ったことを
本人に伝えることができて、それを周りの人も聞いてくれてるっていうのが、気持ちの重さが解消された出来事だったなっていうふうに思います。これをね、ツイッターで一通り書かせていただいて、投稿したら、本当にいろんな方からコメントをいただいたのと、シェアしていただいたりとかして、いろんなことを考えました。それこそ、挨拶だったんじゃないのって。ただ中国の方に間違えられただけじゃないの？それ嫌だって言ってるってことは、あなたは中国に対してすごい差別があるんじゃないのとか、移住するにあたってそういう覚悟があってきたんじゃないですかとか、海外で暮らすんだったら強くいないとダメですよとか、いろんな言葉いただいて、もちろん優しいお言葉もいただいて、そこでね、感じたのが、私結構もともと気にしちゃうタイプだし、言い返せないタイプだし、そういう状況も性格も違う人に対して自分の経験の中だけで何かものを言うのって結構リスクがあるよって思っています。かなり傷つける可能性が高いってことを自覚しながら言葉を発するべきだと思うし、自分も気をつけたいなって思ってるところです。今回の先生みたいにこういうこと言われたんだよねって相談された側の人がどういう言葉をその人にかけてあげたらいいのかなっていうのを考えてる方もいらっしゃるかなって思うんですけど、今回私経験して言われて安心したのが、それはひどいことだねって共感してくれる。で、二つ目がそれはちゃんと悲しんでいいことなんだよっていうのを言ってくれる。それは、差別だねって。悲しんでもいいんだよって。こんな小さなことって思わなくていいんだよ。すごい大事なことだし、小さなことなんかじゃないよ。一言だって差別は差別だし、傷つくことは傷つくんだからって先生が言ってくれたのをすごく救われたので、あなたのされたことは傷つけられたってことだからっていうのを肯定してあげること。で、三つ目はなんか味方だからねみたいな言葉嬉しいです。すごく。クラスメートも美穂を守るために僕らがいるんだからねって言ってくれて、その後ね、私クラスから出れなくなっちゃったっていうか、食堂なんか怖くて行けなくなっちゃったんです。だからクラスの中でお弁当食べたりとかするようになっちゃったんだけど、そしたらクラスメートがなんで美穂食堂行かないの？怖いからって。でも大丈夫だよ、俺たちいるから守るよって言ってくれて、すごく嬉しかった。すごく嬉しかったし、優しいなって思った。で、こういう言葉はかけない方がいいですよっていうのは、それ挨拶で言ってくれたんじゃないのっていうのは本当にやめた方がいいと思う。さすがに大人だし、言葉はわからないとしても嫌な感じで言ってきてるのか、本当にハローって言ってきてくれてるのか、絶対にわかるので、それはね、言わない方がいいと思います。で、あとは、これでもね、しょうがないし、すごい優しさなんだけど、気にしない方がいいよって言ってくれる人たくさんいるんです。で、私もね、絶対同じことを言うと思うんですけど、そういう相談されたら、気にしない方がいいよ、本当そういう人はね、そういう人だからって言うと思うんですけど、でも実際、なんかその状況になった時に、ちょっとね、難しいなって思った。いじめに例えたりすると、いじめられてる子に、もう気にしない方がいいよって言っても何も救われないというか、いや、気にしたくないよ、気にしたくないけど、いやいや、だって傷つけられてるんだから、見えないふりはできないし、傷つけられたけど、痛くないってできないし、だから、気にしなくていいよっていうのは、ちょっと距離があるかもしれない。本当に解決したい人からとっては。だって気になっちゃうもん、傷つけられてるから。っていうのが今回感じたこと。自分的にも学びになったことでした。あとは解決策なんですけど、解決策は自分の心についてと相手に対してと、あと状況をどう変えるかっていうのは
自分の心に対してはね、正直どう言い聞かせても溜まっていってしまうんで、やっぱりその苦しい気持ちとか悔しい気持ちとか怖い気持ちをちゃんと受け止めて聞いてくれて肯定してくれる人、あ、怖かったね、それは最悪だねって話を聞いてくれる人に全部話す。あとはね、自分の代わりに、その人に対してとかじゃなくて、自分の代わりに怒ってくれる人とかもいいなって思います。なんか、自分は怒りの感情をうまくわって出せない人なので、こんなことがあったんだって言った時に、何そいつ最低だねみたいな。ムカつくって。自分の代わりにすごい怒ってくれるところを見ると、その姿を見て、自分の起きたことを悲しんでもいいんだって思えるので、自分は。なので怒ってくれる人とかに話すのもいいかなって思います。もう一個あった。解決策。これはその学校の先生が提案してくれたんですけど、道を歩く時とか、イヤホンとかヘッドホンして、誰かの声が聞こえないようにするのも一つありなんじゃないって言ってくれて、そうだなと思って、ちょっと、防犯的にも何も聞こえないっていうのは危ないから、防音のヘッドホン私結構常備して持ってたんですけど、一人の時逆に防音のヘッドホンつけないようにしていて、でもそれもあって嫌な言葉が聞こえてきちゃったりとかもしたので、そうだな、もう一回やってみようというふうに思いました。なので皆さんもノイズキャンセリングのイヤホンを持ってたりとか、防音のヘッドホンとか持っていらっしゃる方は、それをしばらく心が落ち着くまでお外に出るときはつけてみるのもいいんじゃないかなって思います。で、相手に対しては無視が一番って思います。何が困るかっていうとですね、ちょっとバカにされるじゃないですか。で、バカにされてお返事を何かしらすると相手がすごい喜んじゃうんです。相手は反応してほしいとか、怒ってるところを見たいとか、そういう気持ちがあると思うので、一回ニーハオって言われてニーハオって言い返したことがあるんですけど、でもすごい笑ってて、面白くなっちゃうんだと思って、喜んじゃうんだと思って、言い返すのはやめたんですけど、でも言い返さないですごい心の中に溜まっていってたんです。で、怖いところが、例えば家の近くとかで、わりかしよくすれ違う人とかに言われたりすると、パートナーと一緒にいるときはいいけど、一人でいるときに下手に返しちゃったりすると、一人でその人にまたすれ違った時とかに怒りを変に買ってしまって自分が襲われるとかっていうのを考えたりすると、下手に怒りを買わない方がいいなっていう気持ちもあって反抗できない。だから心の中にただ留めておくっていうのが今やってることなんですけど、その話を夫にした時にどの人って言って、学校に来て話をつけようとしたのかな、そういう素振りがあったんですけど、いやもう謝ってもらったし、その後のクラス通わなきゃいけないから、こっち側がやりすぎちゃうと、私が一人になった時にそのトイレの前とかで誰もいない時に待たれて押し込められたらもう終わりだから、それはいいもんやらなくて謝ってもらったしってふうに言ったんですけど、だからそういう感じでまた会うかもしれないっていうのって結構怖くって、あとニーハオって言われた時にこんにちはって返したりとか、私は日本人ですよって、I'm Japanese って言ったらいいよってアドバイスしてくださった方もいるんです。で、私は日本人ですっていうのが分かると、相手もちょっと態度を変えて、日本人なんだ、僕アニメ好きだよみたいな感じで好意的な雰囲気になるから、そう言った方がいいよって言ってくださった方もいらっしゃるんですけど、その場を切り抜ける一つの方法だなっていうふうに感じました。でも結構すごいこだわりが強くて自分でも生きづらいなって思うんですけど、
ニーハオってバカにして言ってきて、で、日本人ですっていうのを言ったら、態度を変えるって、それはそれでどうなのって思って、それだって、自分は守れたけど、その人が、特定の国の人に対して、そういう態度を取る人なんだっていうのがすごい嫌で、私はそういう人とそれ以上喋りたくないというか、そういう人に日本好きだよって言われても、問題自体何も解決していないなって思うので、自分は、いや、私日本人だしっていうのは言えないなって思っています。状況の解決策としては、やっぱり、フランスのパリの中でも治安がいい場所と治安が悪い場所っていうのがあって、もし治安が比較的悪いと言われている場所に住んでいたりっていう場合は、お引越しするのも一つの手かなというふうに思います。あとは、アジア人が多くいるエリアっていうのが結構いろんなところに散らばってあるので、同じアジアの方が集まっているような場所であれば、言われにくいのかなっていうふうに思います。もしくは日本人の方がすごい多い場所とかもあるので、そういうなるべくマジョリティであれる場所に身を置くっていうのも解決策の一つとして挙げたいなと思います。今回のクラスはね、先生に言ったことと、その先生が素晴らしい先生だったっていうのと、クラスメートも素晴らしいクラスメートで優しいみんなだったっていうのと、組織がやっぱりあるっていうのが大きかったかなって思います。先生に言ったら、先生があの人のことを上に報告しようかって。やっぱり今回のことって一言かもしれないけど、すごく差別的な発言だし、態度だし、人格ってすぐ変わるものじゃないし、考えもすぐ変わるものじゃないから、注意するっていう意味で上に報告しようかって言ってくれて、その言ってくれたこと自体がすごく大きかったなと思って、結局私は、謝ってくれたし、もうそこまではいいですって。別にすごい罰を与えたいわけじゃなかったから、先生のその提案、もう一個道があるんだっていうか、もしもう一回言われたりとか、もっと嫌なことされたりした時も、何かもっと解決策があるんだっていう道を示してくれたっていうのが結構大きかったなって思うので、もしでもね、結構言われてる人って道端で言われてるんですよね、お話聞くと。そう、だからその解決策は本当にないなって思うんですけど、でもその組織、学校とか職場とか、組織であるのならば、その上の人に報告してみるとかがいいのかなって思うのと、SNS でも結構味方になってくれる方いるので、こういうことをされましたっていうのを発信してみるとか、写真を載せずに内容だけでも結構味方でいてくれる方たくさんいるので、そこで発散してみるとかしかないかなって思います。道端とかで言われた場合は難しいね。私もまだ探し中です。で、他のフランスに住んでるとか、短期滞在してる日本人の方にもよくね、この質問をするんです。ニーハオってまず言われますって結構質問しちゃうんですけど、やっぱね、他の方もすごく嫌な思いされてる方多くて、共感してくれる方が多いです。でも、本当にね、言われるのって、地域にもよるし、あと人にもすごいよるみたいで、他のモデルの日本人の女の子たちに聞いてみたりすると、言われるっていうことを、一回も言われたことないっていう子がいて、多分人にもよるんだと思います。私が堂々と歩いてないとか、わかんないけど、気弱そうだからとか、ちょっとわかんないんですけど、でもすごい人によるんだっていうのも知りました。20年ぐらいもうフランスに住んでる女性の方で、最初は3年ぐらいは言われてすっごい落ち込んだし、もう本当に今の私みたいな感じで、もうズドンってなって溜まってってみたいなってたけど、それ3年超えたぐらいからもうどうでもよくなって、
ニーハオって言われたら、ニーハオって返すようにしてますって笑顔で言ってくれた方がいて、なんかそこまでになれたらもういいなって思って、心に傷をそもそも負わせないというか、言われても、また来ましたねみたいな感じで受け流すことができるようになるのならいいなって思っています。なんか、どうかな、性格的にずっと気になるだろうとは思うんだけど、そう、私も一回、この嫌な出来事を嫌なこととして捉えずに、例えば一回ニーハオって言われたら、なんかいいことが一個他に起きるのかなって考えてみようって思った時もあるんですけど、やっぱりね、難しいですよ。やっぱり明らかな悪意をね、抱いた言葉をかけられて、いきなり。それをね、幸せ変換はね、無理があるっていうか、できるとは思うけど、自分を騙してるっていうか、結構無理してる感じになっちゃって、逆に危ないなって思ったので、悲しみは悲しみとして受け止めてっていう方がいいのかなって今は思ってます。はい、最後にコメントなんですが、私と同じような状況に今いらっしゃる方に私から言いたいのは、やっぱり強くならなきゃダメだよとか、そういう覚悟があってきたんでしょとか、そういう、アドバイスもいただくと思うんですけど、素直にまずは、悲しんでいいんだよっていうこと、あなたが受けた心ない言葉とか態度とかっていうのはちゃんと許されないものとして受け止めていいんだよってことをお伝えしたいなと思います。なのでそれなりにやっぱり泣いたりとか怒ったりとか傷ついたってことをなかったことにしようと努めて明るくしたりとかするのは、そういう時期じゃないのであればしなくていいかなと個人的には思います。やっぱり悔しいと思うし悲しいと思うし怒りもあると思うので、素直にそれを吐き出せる場所があったらいいなって思います。泣いてもいいし、もう気が済むまで寝込んじゃってもいいし、話を聞いてくれる友達に聞いてもらって代わりに怒ってもらったりとか、話を共有するだけでも味方が増えた気持ちになって落ち着いたりすると思うので、あと私もそうだったんですけど、傷ついたっていう事実を自分で勘違いだったんじゃないかとか、自分が悪かったんじゃないかとか、ちょっと過剰に捉えすぎちゃったかなとか考えすぎちゃったかなとか、疑わなくて大丈夫です。その時あなたが感じた感情を信じてあげてほしいです。で、気にしなくていいよってね、優しく言ってくださる方もいらっしゃると思います。で、ゆくゆくはね、気にならなくなるのが一番いいかなって自分でも思ってるんですけど、最初のうちはやっぱり気になっちゃう方は気になっちゃうと思うので、そのまま気にしちゃっていいと思います。気にしないって思っても気になっちゃうと思うので、気にしていいと思います。ただ、できるだけ自分の心をどうやったら守れるかっていうのを考えながら暮らしていかなきゃいけないのかなと思います。やっぱり食らって自責してっていうのを繰り返してしまうと自分の方が壊れてしまったりとか、本当に過敏になってしまったりとか、外出るのが怖くなってしまったりとか、どこも行けなくなってしまうとか、どんどん自分の世界が狭まってしまうと心も気持ちもどんどん落ちていってしまうと思うので、誰かになるべく一緒についてきてもらったりとか、いつも同じような場所で言われるのであればその場所を避けるとか、そういう対策を少しでも自分なりに持って積極的に自分を守る体制も必要かなというふうに思います。でも私もそうですけど、今辛いなとか苦しいな、ちょっとしんどいな暮らしていくの、
外出るの怖いなとか思っている方、ここにもそう思っている人間が一人いるので、楽しいことは楽しいし、幸せなことは幸せに感じられると思うので、そこにベクトルを向けつつ、一緒になんとか乗り越えられるように工夫していけたらなって私も思っています。頑張りすぎず、うまく避けていきましょう。自分を保ったまま。